いや何？近い。いや近さに関してはお前が決めてるやろ。はいということで始まりました Life is Gamble 春ポーカーです。前回の動画でね春ポーカーインマネすることができなかったので、今回の動画のオープニングになぜか使われていると思うんですけども、昨日ね春ポーカークリス松村と一夜を共にしました。こんな感じでね、マッサージエッチエッチって言ってます。はい、こちらねマカティのブルゴス通りって言って一番有名なそういうお風の街です。こっからは多分映せないと思うんですけども、どっかの店入って音声だけ撮ろうと思います。でちょっと号泣にお目当ての人を選んでもらうけど、ほんまに手加減して OK です。じゃあ行きましょうか。怖いって冷静やな。女の子だけじゃなくて花を持った少年たちが寄りかかってくる時あるんで、それ一番怖いです。距離感近いです。お兄さん、普通に触られました。怖い。一瞬回転してください、ゴーくん。店は決まりました。なんかね、でも前来た時よりちょっとしょぼくれてる。街自体がねしょぼくて、あと可愛い人がいないです。この時点で怖いけど、あの店行ってきたいと思います。で入っていく。しゅんちゃん、あいつどう？いや、やばいっす。あれだけやめてください。一番踊ってるやつ。いや、きついっす。いや、もう俺クリス松村にしか見えないっす。ちょっとガタいい人は。いや、ガチガチで男っす。喧嘩負けそうっす。顔がちょっとアジャカングみたいな。喧嘩負けます。やばい。さすがに負けたんでしょ。あれいけ。きつすぎる。ちょっと聞いてほしいっす。結構時間かかったの。午後は君ら帰ったじゃないですか。見た目はねあれやったんですけど、いいとこあったんですよ。疲れてたんでマッサージしてあげようかとか言ってジャンプした本格的ななんかオイルマッサージしてくれて、あマジかみたいな。そっちにフォーカスして顔見てなかったらめっちゃプラスやったんですよ。だからいい子やなと思って一応ズボン脱がしたんです。スカートじゃなくてズボン履いてた。ズボンしっかり脱がしたらこれ立ってました。で聞かんといてくれ。これ以上悲しいんで寝ます。ってことでね、本日はねこの前のエンディングで企画決まってるんですけども、じゃあですね風俗からゲテモノまで行って、ゲテモノ獲得してサイコロもう一回振って激辛料理と2連続で罰ゲーム企画がね今回はかかってます。もし今回のトーナメントでインマネできなかったらゲテモノ料理も食うし、トーナメで落としたポット数が多ければ辛いものの料理も食べていかなければいけないということになります。なので、絶対勝つよ。フィリピンのゲテモノってイカチンだからね。さらにですね今回のトーナメントはこの APT を通して一番参加費が高いトーナメントになってます。日本円にしてなんと27万円がかかっているので、シンプルにインマネしてよ。 Day1 Day2 ってある今回トーナメントなので1日で決まんないんですよね。なので今回の2企画ゲテモノと激辛に関してはこの Day1 を通過できたらクリアとさせてください。激辛に関してはポット数なので Day1 通過してても落としたポット数の方が多ければ春ポが辛いもん食べますんで、体張っていくんでよろしくということで、昨日のクリス松村のせいで遅刻気味なので早速トーナメント登録していきたいと思います。ということで始まりました27万円出しの超ハイローラートーナメント春ポーカーいきなりキングスが入っています。激アツ。ブラインドは200、400、BB アンティ400ということで春ポーカー安めの900レイズを選択。後から調べて分かったんですが、獲得賞金1億円超えの超トッププロが何人もいるテーブルとなっています。というところで春ポーカーの隣の UTG プラス1のプレイヤーからリレイズ2500点を食らってしまいました。春ポーカー激アツマン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 。その後にこうは言いませんけどもね。 UTG に対しての3ベットなので相手はもちろん強いハンドを持っていると思いますが、春ポーカー自身キングス A シーズ以外には負けていないので4ベットも検討できるハンドとなっています。ブラインドが高ければあえてコールドめにして引き出すこともありですが、ここはねトーナメント序盤なのでまだブラインドも進んでいません。スタックもディープということでシンプルに4ベットを選ぶことにしました。アウトオブポジションということもあるのでしっかりめに返します。リリレイズ8000点。トーナメントに入ってファーストハンドということもあるので、なんやこの日本人やんちゃしてきよるなということでオールイン選択もワンチャンあるかなと思いますが、その時はもちろん降りれません。 A シーズやったらごめんちゃい。ゲテモノ料理食いたくないってもうコールしとけよ。トーナメント序盤でチップ増やして Day2 進出。ゲテモノ料理避けさせてください。というところで相手はここでコールを選択。ナイス。頼むエースは落ちんな。エースはやめてくれオディーラー様。ということでフロップに参ります。ゲチパネー。もう怖いもんなさすぎるよ。春ポーカーは激アツのフロップフルハウスを完成ですが、強すぎて逆にバリューターゲットがありません。まあまくられる心配もないのでここはシンプルにスロープレイでいいでしょう。春ポーカーはフロップチェックを選択。相手のエースハイやクイーンズジャックスなどからベットをもらえたらいいなって思いましたが、相手はチェックを選択。ターンはエグすぎー。
春ポーカーはなんとナッツクワッズを引いてしまいました。ポーカーのアジア大会でなんと4カード激アツの役を完成。フロップに引き続きここでもスロープレイをするか検討していますが、バリューを取り逃してしまいそう。ここは打つ。俺はここで決めた。1億ベリーかベッドだ。春ポーカーはここでクイーンズジャックスに向けたバリューベッドを展開していきたいと思っています。ポット17000点に対して春ポーカーはここでベッド6300点を選択。相手が3を持っている望みはかなり薄いので、もちろんクイーンズやジャックス、あとは一部エースハイなどがブラフキャッチしてくれたらいいなと思って春ポーカー打っています。ですがエースハイでコールすることはほぼないでしょう。4ベッドポットなので、相手がクイーンズジャックス、それ以外やったらもう無理に。相手はプレッシャーをかけるように春ポーカーの方を見て、コールするぞみたいな感じでやってます。ですがもうコールしたらええよ、こっちとら最強の役やって。相手が長考した後に出した答えはフォールドを選択。もう春ポーカーここでクワッズを見せます。悔しいだがそれでいい。こだな。ということで春ポーカーはファーストハンドからクワッズというクソ珍しい役を引くことができましたが、相手からオールインを引き出すことはできず、少し悔しいですが幸先いいぞ春ポーカー。ということで初手からクワッズで調子のいい春ポーカー、まだまだチップを増やしていきたいところ。そのような状況でこのハンドテンズミドルポジションから。この時はまだ気づいていませんでしたが、周りは完全にトッププロだらけ。この遠征の中でも一番の激辛テーブルだったんじゃないかなっていう風に思っています。というところで UTG と UTG プラス1のプレイヤーがリンプ。それに対して春ポーカーは 4BB オープンのレイズ1600点をかましていきました。ちなみに春ポーカーの2つ左に座っているプレイヤーは獲得賞金10億円超えのゲチパないトッププロです。そのトッププロが UTG からリンプ。その右の UTG プラス1のプレイヤーは VPIP がかなり高く、ほとんどプリフロップに参加していたので、このプレイヤーが唯一狙えるプレイヤーかなっていう風に思っていました。というところで BB まで全員フォールドで回って UTG のトッププロのプレイヤーがコールを選択。それに続いて UTG プラス1のプレイヤーもコールを選択しました。というわけで春ポーカー一番ポジションがいい中で 3way でフロップを迎えることとなりました。フロップはジャック93のレインボーボード。どちらのプレイヤーもスナップでチェックして春ポーカーのターン。このフロップに関してはチェックもありなんですが、安めに打つことによってリバーまで見に行ける確率を上げること、さらには9ヒットにバリューが取りに行けるかなということで、安めに打つかチェックするかを考えています。この状況におけるテンズはターンリバーでストレートに発展することもあるので、できればリバーまで見に行きたいハンドということで、安めに打つことでポジションの優位性を保ちながらリバーまで見に行く作戦に今回はしました。もちろんジャックヒットなどにはミスバリューになっているんですが、安めに打つことによってそこら辺のハンドに多くのチップを与えないというリスクヘッジも含めています。というところで UTG のプレイヤーがコールを選択。 UTG プラス1のプレイヤーはフォールドしました。ということでヘッズアップでターンに向かいます。ターンはエースのクラブで春ポーカーにとってはスケアカードが落ちてしまいました。このターンカードに対して相手はチェックを選択。このエースのクラブというターンカードに関しては春ポーカーがオリジナルなので絡んでる可能性が高いので、ここも打っていくことが自然ではありますが、ここで春ポーカー自身が中途半端な額を打ってしまうとブラフかバリューかわからないベッドとなってしまいます。フロップでは9ヒットもバリューターゲットに含めていたので、ここは素直にショーダウンまで目指していきたいというところで春ポーカーはチェックを選択。リバーは8のクラブ。ターンリバーとあまり嬉しいカードは落ちませんでしたが、リバーはチェックでショーダウンを目指せたらなっていう風に春ポーカーは思っています。ここで打たれたら額によって相談。さらには春ポーカーが持っているこのクラブ持ちのテンズに関してはフラッシュだったりストレートの最高のブロッカーを持っている形となります。相手からベッドが飛んできた場合はブラフレイズなどもありやなっていう風に思ってました。相手のチェックに対してはチェックバックが無難かなと思っている春ポーカーですが、ここで UTG のプレイヤーから1万1000点のデカベッドが飛んできました。春ポーカーの残りスタックは4万点ほど。ここはブラフオールインを返すか悩んでいます。トーナメント序盤でオールインブラフをするか死ぬほど悩んだので、ここは早送りにさせていただきます。先ほども言った通りテンズでさらにクラブ持ちはこのボードにおいてめちゃくちゃブラフに適しています。エーシーズやエースジャックなども春ポーカーに多いため、ここは気合い入れてブラフオールインをかまそうか本当に悩んでいます。参加費27万円のトーナメントでこんな序盤でいきなり突っ込んでいいんか、ほんまにいいんか。そんなリスクをかけた真剣勝負、想像しただけでビビってしまいます。
俺ならかませるよ。ここでもかませる。だってギャンブル好きやから。いきます。ワン、ツー、スリー。ゴールデンキュービビりました。みんなおはようおはよう。どうイメチェンしてん。ちょっとだけ前髪切りすぎたかな。人生は苦痛ですか成功がということで春ポーカーめちゃくちゃ迷いましたが、今回はあえなくフォールド。これミスったかも。悔しけり。春ポーカーニュース。たった今入ったニュースです。春ポーカーのチャンネルメンバーシップができました。春ポーカーがメインチャンネルでは投稿しなかったオンラインポーカー実践の全ハンドを見ることが可能に。お前らこれ見て上手くなりすぎんなよ。海外撮影での裏側の投稿予定、バッジや絵文字など複数の特典も。お値段はなんと1万円から値引きして990円でのお届け。あくどいよね。悔しかったらメンバーなってみえ。この日は本当にハンドが入らず、ブラインドがかなり上がってしまっている状況です。ブラインドは600、1200、BB アンテ1200の状態というところで10-9スーツ BB から。 BB でこのハンドは広くディフェンスできるハンドです。マルチ A にも強いので春ポーカー結構好きですよ。ハンドが入らずポストフロップにほとんど参加できていないので、そろそろやんちゃしたいお年頃な春ポーカー。プリフロップで折りすぎてテーブルから春ポーカーの印象はこいつ硬すぎるやろって思われてたと思います。というところで SB のプレイヤーから 3BB をオープン、3600点レイズを食らいました。春ポーカーはもちろんコール、ポジションもいいですし、春ポーカー自身久しぶりに入れるハンドなのでウキウキワクワクしてよりやす。ということで SB とのブラインドヘッズ激アツのフロップよこしてください。フロップはジャックジャック4のレインボーボード。 SB のプレイヤーはスナップでチェック。春ポーカー自身被っているジャックに近い10や9を抑えています。ジャック9だったり10ジャックのところのブロッカーを持っている状態となります。ターンでフラッシュドローだったりストレートドローに発展することもあるので、ここはブラフベット2600点を選択。ブラインドヘッズは特にブラフが多くなるので、これは十分ブラフに適したハンドだと思っています。というところで SB のプレイヤーがこのブラフベットに対してコールを選択。ここまではまずまず想定通りというところで、ターンは5のクラブ。相手はフロップに引き続きターンもチェックを選択。フロップチェックコール体制にしたところで言うと、強めのエースハイだったりポケットペアが考えられます。もちろんジャックなどがスロープレイをして罠を仕掛けている可能性もありますが、ここはもう一発撃つことによって強めのエースハイだったりポケットペアを下ろしに行きます。春ポーカーは13600点のポットに対して強めの8500点をベット。このベットに対して相手は少し考えてフォールド。ねえねえ視聴者このゲームには必勝法があるの。もっと踊れば勝ちなんでということで春ポーカーはブラフでダブルバレル打って相手を下ろすことに成功。できればターンではハートだったりクイーンや8といったストレートドローがついていることが理想的なんですが、ポストフロップ参加できなさすぎてちょっと暴れちゃったよね。でもナイス春ポーカー、次のハンドかまっちゃっぴ。過去一かっていうぐらい魅力がない展開ですね。全部フロップぐらいで終わってます。目立つところって言ったら初手のキングスいきなりクワッツ引いたのぐらいしか動画にならへんのちゃうかなぐらいね、取られたポット数としては多分多いので激辛はね食べなきゃいけないんですけども、現在多分アベレージが8万点で春ポーカー4万5000点ぐらい、原点よりかは5000点ぐらい増やしてるんですけども、アベレージと比べるとまあ少ないかなっていうような感じです。しっかりとねアベレージ持ってデイツいけるようにかましていきたいと思います。ということでハンドも入らへんしテーブルも辛いしで、この1日はマジで退屈なポーカーデイでした。というところでキング6スーツがボタンから入りました。この時 SB のプレイヤーがシッティングアウト、さらに BB のプレイヤーがショートだったため春ポーカーオールインを選択。これに対して BB のプレイヤーがスナップでコール。相手のハンドはエース9オフスーツ。俺引いてくれ頼む。俺引けもうフロップトリップスやめてよ。ラッキーすぎてすいません。でも勝てば正義なんよ。正義とは何ぞや。正義とはパンティーぞや。かくれんぼなんかしてないでハンドが入らずスタックをじりじり減らしていた春ポーカーですが、キング6スーツでラッキーをしてなんとか少しスタックを戻すことに成功した。ナイス春ポーカー。はい、ということでデイ1残り3ハンドとなりました。多分8人残ってるんですけど、8人中6位ぐらい、インマネが4位からです。デイ1残るっていうのは達成できそうなんで、残り3ハンドね集中していきます。味気ねえな。なんか全然いいとこなかったっす今日。でも残れました。褒めて。5万8000点です。レイズ進出です。明日、APT のねファイナルテーブルでちょっとプレイできるらしいんで、中継もされるみたいなんで張り切っちゃいます。
はい、ということでね、実戦の方終了しました。春峰が見てもらったら分かると思うんですけども、なんとかファイナルテーブルに残ることができて、明日ね APT のライブ配信の方出れることになりました。ファイナルテーブル配信初めてやから緊張ってことでね、ゴーくんに今回取ったポット数と取られたポット数の方をね数えてもらいました。6時間半プレイして取ったポットが7、取られたポットが14でした。ってことで春峰が7口かな、辛いものを食べなければいけないということになったんですけども、ゲテモノは回避だよねということで、もうこれいくよ。次の現状春峰がここですね。なんか次ちょっと良さそうなるよな。ここは何をしたかった俺に。固めました、すごい。常に臭くしたい俺を。じゃあ回していきます。3が出ました。めっちゃありがたい。ちょっと説明してください。これなんですけども、このマスはシークレットマスと、シークレット明日のトーナメント前に発表させていただきます。ファイナルテーブルの前。そうです。緊張するよその時。ちなみにタイトルだけ先に言ってください。言えるもん言え。高級〇〇が的な感じです。ありがとう。ファイナルテーブルで賞金も獲得して高級〇〇ももらえるんですか。明日マジで楽しみになってきましたね。残り8人なんで1回ダブルアップしたらね、今ねさらに優勝まであると思ってます。ってことで明日頑張っていきたいと思います。Life is Gamble、 人生はあざっしゃ。ここは一般的にチャンネル登録促すとこやけど、俺はただ踊りたいだけ。